こんにちは、ににきです。今日はビートのステアリング、クイックリリース取り付けと、ホームボタンの変更をしていきます。はい。やりたいこと無限にあるんですけど、特に運転中に使うもの、内装をとりあえず手をつけていきたいなという感じです。で、なんでクイックリリースつけるのかっていうところですけども、これ、汚いんですけど、フルバケが入ってるんですよ。で、フルバケが入っていて、で、ステアリングもちょっとディープコーンだったりするので、ここが割と窮屈なんですよね。で、乗り降りするときに、シートを一番後ろに下げないと乗り降りできないような感じになっちゃっているので、ちょっとそれを解消しに行きたくてクイックリリースをつけますっていうのと、あと、シンプルにクイックリリースに、憧れというか、つけてみたいなっていうのがあったので、今回挑戦してみます。で、ホームボタンも同時に変えます。これ、ホームボタンは、後で見せるんですけども、ホンダっぽさのあるものをつけていこうと思います。シフトノブもそうなんですけども、全体的に内装は、ホンダ感みたいなのを大事にして、アルミ削り出しとかのやつを使っていきたいなという感じでございます。なので、ビートの内装にホンダ感を出していく、クイックリリースを取り付けて、乗降を楽にしていくっていうのが今回のミッションでございます。で、クイックリリースをつけると、ここのステアリングのハブ、ここにクイックリリースのユニットが来るので、さらにステアリングが手前に来るんですね。かつちょっとディープコーンのステアリングをつけているので、結構ステアリングが手前に来るはずです。それを解消するためにこのハブをショートのものを変えたりとか、ってされる方も結構多いんですけど、今回は予算も限られているので、一回このままつけてみて、で、あまりにも運転姿勢が窮屈だったりしたら対応を考えるという感じでいこうと思います。はい。では、まず一回座ってみて、今のポジションどんな感じかっていうのをお見せしていきます。シートをドラポジに合わせた状態での今のステアリングの持ち方はこんな感じです。肘、自然に曲がっているくらい。で、このステアリングの下端と太もものクリアランスはだいたい拳縦に1個分くらいあるので、そんな窮屈ではないっていう感じではあります。はい。で、もともとディープコーンなのもあって、ワイパー、ウィンカーは、このステアリング親指かけた状態で、なんとか触れられるって感じで、正直ここは全然今ストレスを感じていなかったりしますという感じでございます。これがもうちょっと手前に来ると思うので、それで運転感覚どう変わるかっていうところですね。はい。ということで早速作業をしていきましょうか。はい。では今回つけるグッズを紹介していきましょう。まずはこちら。ででん。NRG のクイックリリースですね。いわゆる有名どこって NRG とか、あとワークスベルがあると思うんですが、今回 NRG をチョイスしてみました。値段にしてだいたい23,000円弱くらいで購入したものです。中開けてみてみましょうか。ステッカー。NRG といえば、いわゆるレンチン音。ガチャガチャガチンと音が象徴的ですよね。中身はこんな感じ。今回はブラックを買ってみました。基本的に内装は、アルミ削り出し色と、こういったブラックを基調に作っていきたいので、今回ブラックをチョイスしましたという感じです。非常に綺麗ですね。このユニットの分だけステアリングが前に来ると。結構前に来そうですね。それを考えると。はい、これを取り付けていきます。あともう一つ。今回は、ホームボタンも同時に変えていきます。っていうのも、これ、僕が前の車、ジムに乗ってた時に作ったホームボタンなんですけど、自分でこの図柄入れて、
クリアしたものの、まあちょっと結構古くなってきて硬くなってきたりとか、あと保温の鳴りが悪い時があったりもするので、今回リフレッシュします。はい、今回作るのがこちら。ホンダって書いてありますけど、ホンダ純正なのか、ホンダ純正風なのか、わかりませんが、これはラクマで買ったかな。新品のホーンボタンになってます。はい、開けるとこんな感じ。まあ、いわゆるアルミ削り出しっぽい雰囲気。で、まあ、このシフトノブと雰囲気合わせて選んでいます。よし、ではこの2つを今回取り付けていきましょう。はい、それでは作業していきましょう。まあ、今回そんな難しい作業にはならないです。これが純正ステアリングからの交換だったりすると、ちょっと難易度が変わってくると思います。はい、ではまず、ステアリングを止めているボルト、これを全部外していきましょう。なんか、バカ長くないですかこれ。こんなもんかこんなもんなのと思っても見なかったもんが出てきてびっくりしてます。あら、マジか。あれちょっともうちょっと綺麗なやつ家にあったんで、取り替えようかと思ってたんですけど、この長さなんですよね、家にあったやつ。おや。てか順番おかしいな。まず先に本ボタン外しましょうか。はい、カパッと外して、コネクタを引き抜くだけです。よし。はい。まずは、ステアリング外れました。ここトップって印があるんですけど、これ曲げるとめんどくさいことなんで、このまま作業していきましょう。で、はい。クイックリリース先輩ですね。これを、まあ、ここを引っ張ると、こう、リリースされます。はい。で、本側のアスプレート付属してるんで、これを使いましょう。はい。で、こっちのクイックリリース側にこれ当てがいまして、つなぎます。よいしょ。で、これっすね。これを車体側につないでいきますと。で、うまいこと配線をまとめていきの、はい。この NRG って書いてある方がトップなので、はい。で、まあ、ボルトも付属しているので、ちょっと入るところから入れていくか。うん。すでに見た目がいいな。なんか、やっぱりこのクイックリリースがついてる感じっていうのが、いかにも改造車って感じがして、いいですよね。ガターないですね。はい、車体側付け終わったので、このクイックリリースのステアリング側が車体につくはずです。ちょっと試しに一回つけてみましょう。はい、合わせて、で、ステアリング側を押しながら回すと。そうすると、本来あるべきところではまるはず。おー、レンチン音鳴りましたね。はい。では、ステアリングつけていきましょう。そんで、よく見てもらうとわかるんですけど、ここに、ちっちゃいポッチが彫ってあるんですよね。こ
このポッチが彫ってあるのが上なので、取り付け時お間違いなきようお願いします。で、正面から見ると、こんな感じで、配線用のボルトが2つ横に並んでいるのが正しい姿で、はい。で、下側にこのシールが貼ってありますと。なんで、上下は割とわかりやすいかなと思います。はい。そんで、ちょっと映像の外で恐縮なんですが、検証しまして、この、なっけって言ってたやつと、今回使おうと思って準備してたやつ、NRG に適応しそうなのはこの短い方だったので、こっちを使います。短いやつの方が頭も綺麗なんですと、こっち使いたかったんで、よかった。よし、では、つけていきましょうか。簡単ですね。説明の必要もない。はい、非常に簡単ですね。ステアリング当てがって、対角で仮締めしていきましょうか。ここまでは正直造作もないんですが、ホーンですね、問題は。ちゃんと配線がつながってくれるか。よし、大体いいかな。長さが出たので、型で言うと、型はないんですが、でももうこのシャフトごと奥でちょっと揺れてる感じはしますね。そんな気になるレベルではないかもしれない。はい。で、次はホーンボタンつけていきましょう。はい。ホーンボタン取り付けちょっと問題起きてます。今回買ったホーンボタン、プラス極とマイナス極ついていて、こっちがプラス、こっちがマイナスですね。で、この黄色の線をプラスにつなげばいいことはわかるんですが、こっち側、黒い線、本来マイナスにつなぐべきものがオスなんですよね。見えるか？はい。プラスにつなぐ線は黄色です。で、マイナスにつなぐべき線なんですが、これがオスなんですよね。で、こっちもオスなので、この黒い線をメスに変えないと接続ができないです。で、ちょっと、今手元に道具がないので、ここ決線し直すのは後日にしようかなと思います。一旦、ホーンボタンは形だけつけてしまって、当初目的だったクイックリリースの取り付け、どうなったかっていうところを見ていければと思います。はい、つきました。さすがにちょっと遠いか。こんな感じ。ステアリングを外すときは、ここですね。で、カパッと外れます。はい、つけるときは、口を合わせて、今、チンにならなかったですね。ちょっと回してみましょうか。こうやって回していくと、チンになりましたね。チンとならないがち。こんな感じです。で、当然なんですけども、ボールで止まるようになってるんですね、ここのボールの穴があって、ステアリング側のボールとはまるような形になるので、当然こうやってぐるぐる回してると、どんどん穴の方が摩耗してきますと。ぐるぐるチンするのは楽しいですが、ほどほどにした方がいいですね。
でも楽しい。満足です。きっと大体同じ価格かなと思いますが、結構手前に来ましたよね。で、さっきギリギリ届いてたワイパーレバーも届かないです。これワイパーとかウィンカー操作するにあたって、一回ステアリングから手を離さないと操作できないですね。ちょっと近めのシートポジションで運転すると、だいぶ肘が曲がる感じがしますね。でも全然、運転が苦になるレベルかっていうとそんなことはないです。これは割とシートとかで調整できるレベルな気はします。シフトノブとの距離はちょっと伸びたかもですね。でもこれもそんな問題じゃないかなと。思ってたより良かったのが、運転者視点でステアリングを見たときに、もともと結構こうやって被ってたんですよね、ステアリングがメーターに。なのであんまメーター見て運転できなかったんですけども、今で言うと、メーター、ほぼほぼ見えるようになってですね、はい、メーター見ながら運転しやすくなったっていうのは一個メリットかなと思います。おおむねいいんじゃないでしょうか。横から見た感じも、これ、黒なんであんま目立たないですけども、いいですね。より改造車感があっていいと思います。今こうやってつけてみると、もしかすると、このホームボタンに近いようなシルバー、なんかサテンシルバーみたいなのがあったんで、そっちでもよかったかもしれないですね。なんかそれ結構迷ったんですけど、あんま視界に色味のあるものが多すぎない方がいいと個人的には思っていて、なんで黒にしたんですけど、いい意味でステルス感があっていいんじゃないでしょうか。こんな感じ。運転者視点からのメーターの視認性が良くなったのはいいですね。あとはもうちょっと着座位置低くしてシートの角度とかでドラポジは調整していこうかなと思います。はい、おおむね良かったです。で、次運転するまでにホームボタンを何とかしましょう。OK、わかりました。まず、これを入れて、これを入れないといけないですね。よいしょ。入れまして、ステアリングとこのクイックリリースの間に、こやつ挟まないといけなかったんですが、忘れてたんで入れます。はい。ホームボタンあれから、汗だくで対処してなんとか、なるようになりました。ちょっとどう対処したかは、僕がうまく説明できる感じではないので、ちょっと参考にした動画概要欄に貼っておくので、ぜひご覧ください。やっと完成しました。これで公道に出れるようになりました。やっぱかっこいいな。嬉しい。やっぱ狙い通りに仕上がった時が一番楽しいっすよね、車カスタムって。よかったよかった。で、ガタも、このNRC キーンのガタは全然ないです。どうしてもこれ長くなったので、長くなった分テコが働いて、ステアリングのシャフトごと入れる感じはするんですけど、それはしょうがないですね。はい、NRG のクイックリリースつけて、
試運転というか最初のドライブに来ています。運転してる時の感覚はもちろん変わらないですね。ただステアリングがこう NRG のクイックリリースの分だけ、前に来ているので、ウインカーだったりとかワイパーのレバーは、当然遠くなった感じがしますね。で、肘の曲がり具合は許容範囲かなとは思いますが、そうだな。ドラポジとしての快適さはつける前の方が良かったので、やっぱこのショートボス、どっかのタイミングで導入したいなと思います。ただ別に今もストレスになるほどじゃないんで、しばらくはこれでいこうかなっていうような感じですね。一応ビートって重捨てなので、特にスピードが出てない時、ステアリング回すのってちょっと力いるんですけども、そういった面ではちょっとステアリングが体に近くなったので、その分力が入るとは言えるのかもしれないですね。はい、そんな感じでございます。やっぱこれ取り外ししておくと乗り降りしやすいですし、あと、何よりもこれメーターフードの上に今置いてるんですけど、ステアリング外して置いとく感じがめちゃ改造車感があっていいですよね。あと今回ブラック選んだんですけど、やっぱブラックはかっこいいですね。総じてつけてよかったと思います。あとはこれ、一応ちゃんとしたもの買いたいなと思って NRG 買ったんですけども、今全然ガタない状態ですけど、これが使っていくとどう状態変わっていくのかみたいなとこ含めて継続的にレポしていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、今回かかったコストはシフトノブ1680円、クイックリリース22,980円、ホームボタン2750円ということで合計27,410円かかりました。はい。ということで残金592,590円ですね。はい。この表でオールペンをして、もろもろリフレッシュをして、無事100万円でかっこいいビートが作れるんでしょうか。内装ね、今回、クイックリリースやりましたけど、正直まだまだやることたくさんあって、そう、このあたり。バッチリですよね。やっぱこの内装にめちゃめちゃやれが来ちゃっていて、これはなんか布貼ったりして綺麗にしたいなと思ったりだとか、あと動画見てる方結構気になると思うんですけど、これ、ロールケージのカバー。これちょっと見た目ひどいんで、これ早急になんとかしたいですね。アイディアはいろいろあるんですが、どういう形でやるかですね。これなぁ。正直、かっこよさで言うともうこれカバー外しちゃって、なんか真っ黒に塗り直すみたいなのがかっこいいんですけど、一応なんか車検的にも、あと安全性的にもここソフトパッドあるべきということなんで、アイデアいろいろあるんで、ちょっと形にしていきましょう。あとシートですね。シート。2脚ともバッチリので、ちょっとここもなんとかしたいですね。ちょっとまだまだやること無限にありますが、こんな感じで仕上げてかっこよくしていきますんで、ぜひとも今後とも見守っていてください。はい、今回の動画は以上になります。この動画が面白いよと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。これからもビートを仕上げていくので、こうしたらどうとか、こういうのいいんじゃないみたいな提案だったりとか、今回の動画の感想をぜひコメント欄でください。はい。いいですね、クイックリリース。
これを活用して、もっとたくさんドライブに行きたいですね。はい。それでは今回の動画以上となります。ではまた。シーンならないの。